おはようございます。ゆうすけです。ここは東京駅の近くで、今は月曜日の午前10時ぐらい。今は前回の動画のようなノスタルジックな気分からは解放されました。よかったです。いやー、そういう気分の日、時々ありません？僕は結構気持ちが不安定なのかもしれません。今はどうだろう。今の気分は仕事モードかな。とはいえ僕は去年会社を辞めて、今日は月曜日とかそういうのは全く関係ない生活をしてます。会社員の頃は忙しかったんで歩く速度が速かったんですけど、最近は時間に余裕ができて少しゆっくり歩くようになりました。長い間会社員をやってきて大変だった記憶しかないです。その中でも特に苦労したのは人を動かすこと、つまり部下に働いてもらうこと。ちゃんと働いてくれる人ばかりだといいんですけど、そうじゃない人もいますからね。働きが良くない人にもう少しでも本気で働いてもらいたかったんですけど、それができなくて苦労しました。強い口調で命令するのは良くないけど、優しすぎると言うことを聞いてくれないです。人を動かすって本当に難しくて悩みましたね。でも会社を辞めてしばらく経った頃、興味深いものを見ました。フードコートってわかりますか？自由に空いてる席について食べ終わったら自分で片付ける場所。フードコートは席が空いてないと次の客が入ってこないから、たくさんの客が長くそこにいると売り上げが下がるんですね。だからフードコートは本当は食べ終わった客はすぐに店から出て行ってほしいんです。でも食べ終わったらすぐに帰ってくださいっていうのはちょっと失礼ですよね。それをやると客は不快な思いをします。なので場所が狭いと売り上げには限界があるんです。でもめちゃくちゃ混んでるフードコートで上手に客を動かしてるのを見て、ああこれはすごいなって思ったんです。そのフードコートはとても簡単な方法で客を動かしてました。そのフードコートは客に食べ物を提供したときレシートを渡します。そのレシートに30分以内に席を空けてくれたら1人1個ソフトクリームをあげますって書いてあったんです。レシートに
食べ物を受け取った時間が書いてあって、食べ終わって帰るときにそのレシートを持っていくとソフトクリームを1個もらえるんですね。そうするとほとんどの客は30分以内にそこを出ます。それによって売り上げを2倍にしたフードコートがあるんです。これは客が不快にならない、客が得をする、店も得をする、素晴らしい方法ですね。客はソフトクリームをもらえて、フードコートは次から次へ客が入ってきて売り上げが2倍になる。ソフトクリームの原価は数十円なんで、フードコートは損はしないんですね。僕はこんな単純な方法で成功していることに正直驚きました。人を動かすということは、得する損するとか楽しい楽しくないみたいなかなりシンプルなことだと気づきました。とは言っても会社で部下が成果を出すたびにソフトクリームをプレゼントするわけにはいかないんで、あの時それをヒントに何かいいアイデアを考えられればよかったなと思ってます。あの時こうすればよかったとか、あれは失敗だったとか過ぎてから言っても遅いんですけど、あの時何をやったらより良い結果が出たんだろうっていう疑問を解決して納得したいんですよね。自分の中でなんていうのかな、答え合わせをしたいんですよね。仕事に関してはあまり深刻になってやると自分の周りが見えなくなる時があるんで、心の余裕を持って仕事をすると広い視野を持てていいアイデアが出てくるかもしれません。はい、今日の動画はここで終わります。それじゃまた。